あなたは。やあやあ、どうも。あの夜会以来ですな、軍人殿。先日はどうも失礼をいたしました。とんでもない。ああ、そういえば自己紹介もまだでしたな。私は柴純一。これでも貿易省の端くれです。自分は陸軍少尉尾崎秀夫と申します。おお、少尉殿か。尾崎家、大戦で華々しい活躍を遂げたあの勇敢なお血筋ですな。ご存知なのですか？もちろんです。俺はどんな苦境にあっても知らぬ存ぜぬと蹴鞠などに勤しんでいるお公家様よりも、あなたの家のようなこうあって身分を得た方々が好きですよ。家族が皇室の藩兵とは名ばかりだ。国民に模範を示す立場の者たちのはずが、汗臭く厳しい軍務は嫌だという軟弱者ばかり。戦後膨大な軍人に爵位を与えましたね。家族を軍人でなく軍人を家族にすることによって体面を保っている。私はね、そんな彼らを心底軽蔑しているんですよ。ならばなぜこの家の者に求婚をなさるのですか？知っておられるのか。あのプライドの高いおひいさんは恥と思えば貝のように口を閉ざしそうなものだが。自分は彼女と幼い頃からの付き合いなのです。あいつから聞いたのではないが、家同士の付き合いが長いもので自然と耳に入るのです。なるほど。あなた方は幼なじみというやつなんですな。それであの晩も彼女を必死で守ろうとしたわけですか。自分はただ。俺には幼なじみなぞというものがないのでね、どんな感覚なのかはわからんが。まあ求婚の理由はそれほどのものじゃない。何？ちょっとした縁があるのです。縁西？
別に。お前のようなおてんばに求婚するような紳士とはどんなものかと興味があっただけさ。それじゃ俺はそろそろおいとましよう。軍人風情とはいえ婚約者との逢瀬を邪魔するほど野暮じゃない。そうですよ。何もお帰りになることはない。聞けばおひいさんと浅からぬ関係というじゃありませんか。それなら私にとってもあなたは他人ではない。しかし自分はこの家のものではないし、このような場にいることはいささか。さて、ご挨拶が遅れましたね。姫のご機嫌はいかがですか？これは嫌われたものだ。まあいいでしょう。さあ、受け取ってください。女性には花が必要だ。それで決心はつきましたか？釣れないな。あんなに情熱的な求婚をしたのに。今日は何やら虫の居所が悪いのかな。何かあったんですか？おお、奥方様が倒れたのか。まさかスペイン風邪にでもかかったのではないだろうな。ああ、悪い悪い。俺はそんなつもりはなかったが。なるほど。それは大変だな。あなたも相当に疲れているようだ。それであなたも病人と一緒に家の中に閉じこもって暗い顔をしているというわけか。
あなたがずっとそばにいて何になる。それで奥方様は良くなるのか？あなたがいなければ呼吸が止まってしまうとでも言うのか？ああ、わからんな。俺は父の顔は知らん。母は幼い頃に死んだ。まあ、そんなことはどうでもいい。まさか片時も離れられぬというほど重症ではないのだろう。それなら少しくらいはここを離れたっていいだろう。このままではあなたまで病気になってしまうぞ。どうだ、外に出ないか？帝劇かチャリネか、料亭に飯を食いに行くのもいい。呉服屋で服を見繕ってやってもいい。気晴らしをするくらいはいいだろう。何、一日中というわけじゃない。暗くなる前には戻るさ。だからその元気をつけに行くんだろう。何もあなただけのためじゃない。俺も仕事の息抜きに遊びたいんだ。それに付き合ってくれればいい。姫様、
行ってこられてはいかがですか？私も姫様がずっとお暗いお顔をなさっているのを心苦しく思っていました。姫様は先代の殿様がお隠れになってから一歩も外へ出ておられませんし、少しだけでも出かけていらしては。無理もないこととは思いますが、こうしてお誘いくださる方もいらっしゃることですし、ただ二人きりで行かせるわけにはいかないよ。百合子はまだ嫁入り前の娘だ。どこの馬の骨ともわからないような男と二人で出かけるなんてはしたないことはさせられないなあ、藤田。はい、殿様。私もどなたかをお連れになっていただくことを条件にと思っておりました。さすが箱入りといったところだな。監視がなければ遊びにも行かれないとは、なんとも窮屈なことだ。君が夫人への礼儀をわきまえた紳士であれば、僕もこんなことを言わずに済むんだがね。いくら先民といえども、最初から女のミサを奪うような真似はしないさ。その発想の方が卑しいというものだ。そういえば正式なご挨拶がまだだったかな。僕が今のこの家の当主の水人だ。あの夜妹を救ってくれたことには感謝するが、こんな形で再会するとはね。俺は芝純一だ。大道洋行という貿易商社をやっている。先日おひいさんにも言ったことだからもう伝わっているだろうが、こちらにはこの家の借財すべてを片付ける用意がある。ああ、そのようだね。もちろん話は聞いているよ。いかにも殿様らしく、金のことなど興味がないという風情ですな。金のことというか、僕はこの縁談にも興味がないよ。というと？花から問題になどしていない。妹は嫁がせない。おお。それは俺に限らずということかな。ああ、そうだ。僕にはまだ妹が必要なんだ。
殿様、そろそろ。ああ、そうだね。ぐずぐずしていたら日が暮れてしまうね。それじゃあ芝君、妹を連れ出すというのなら友をつけたいのだがいいね。ああ、別に俺は構わんよ。誰でも連れて行けばいい。それと妹をおかしなところへ連れ去られては困るよ。今日は食事くらいにしてくれたまえ。注文が多いな。まあいいだろう。俺もさほど時間があるというわけではないんでな。さあ、選ぶといい、ゆり子。誰かを連れて行くのが条件だと言っただろ。この家のものを一人選ぶんだ。ああ、あまり大所帯で出かけても何事かと目を引いてしまうだろうからね。まあ、お前が一緒にいて一番心安く思えるものを選ぶといい。